どうも、ともそうやです。前回動画はボリビア最大都市ラパス。ボリビアの中でもトップクラスで観光客から大人気の都市。3泊4日でラパスの街をどれだけ回れるかスペシャル。今回の動画は地元民ほぼ全員が口を揃えていい場所というコロイコに密着。暖かくてのんびりできるという地元民おすすめの観光地で、ともそうやはどのように過ごすのか。はい、おはようございます。昨日ね、実はね、このね、宿のね、床がね、めっちゃ滑りやすくなってて、普通にね、こけて階段から落ちて腰思いっきり打ったんですよ。腰とかかと。それで絶賛ね、体のコンディション悪いともさえチャンネルです。幸いにもこのね、3段の階段だったんで良かったんですけど、マジで痛かったんですよ。ほんまに腰思いっきりガーンってこのね、角に打ちつけて。打撲してて腰痛い時ってあんまり体動かしたらあかんと思うんですけど、まあいけるっしょ。今日も頑張っていっちゃうよ。現在ね、ラパスからコレクティーボで約2時間か2時間半ぐらいの場所にあるコロイコっていう場所にいるんですよ。で、コロイコでちょっとね、どういう街かっていうのをこの動画でね、見せたいと思います。一応ね、ユンガス地方って言うんですけど、この辺りユンガス地方の、伝統的な朝ごはんデサユーのユンゲーニョっていうのを食べたいと思います。デサユーノが朝食っていう意味で、ユンゲーニョが、ユンガスの人たちみたいな感じの意味かな。いやー、ちょっと歩いて気がついてみたけど、かかとも痛いし、ちょっと腰だけじゃないわ。多分これと思う。デサユーのユンゲーニョ、早速入ってみよう。お店の中は結構満席のようですね。まずはコーヒーとパンがやってきました。4分ぐらい待って到着。バナナと目玉焼きと朝からがっつり肉とトマトとお米。フリホールは乗ってないけど、なんか見た目は中米食べした時によく食べたプレートみたいやな。でもこのね、コロイコで2泊したんで、ある程度コロイコのことについては分かってきたんですけど、自分が思ったことに関してはもう動画の最後にね、全部はっきりとね、正直言いたいと思います。でもなんか動画の途中でペラペラ喋ってしまいそうやな。エネルギー満タン。マジで美味しかった。デサユーのユンゲーニョ、かなりおすすめです。15ボリビアーノなんで、だいたい約ね、300円ぐらいで量を食べることができるんですよ。はい、コロイコ、小さい町すぎてそんなにやることないんで、まずは周りにね、たくさんね、大自然があるんで、山登りから始まります。この場所、コロイコはそんなにね、標高高い場所じゃないんで、しんどいとは感じんかな。ちょっとしんどいっちゃしんどいけど、で今ちなみにね、どこに向かってるかというと、宇宙町山っていうところに向かってるんですよ。で、最初僕ね、宇宙ピチュ山って思ってて、宇宙ピチュ山ってどこにあるんってめっちゃ聞いてたら、マチュピチュって聞き返されて、マチュピチュはペルーやぞって言われた。しょうもないな。オラブエノスヤス。宇宙マチュエスパラヤ。宇宙マチュ。宇宙マチュ。モンターニャ宇宙マチュ。アリバ。デレッチョ。デレッチャ。Sí. OK, gracias. マジで聞いといてよかった。まさかのこっちの道じゃなくて、こっちらしいわ。こっちらしいぞ。ちなみにね、Google マップには載ってないような道とかもあるんですよ。こういう小さな町ではね。そういうのをうまいことね、見つけて人に聞きながら進んでいく。10分も上がってないよ。ただでもこの景色。うわー、幻想的やな。はい、分かれ道、どっちかわからん。オラブエノスディアス。quiero ir al 宇宙町。パレヤグラシャス。ちなみにね、さっきのね、映像でちょっと分かったかもしれないんですけど、細いね、なんか道が山の斜面にあったの分かります？多分あれね、デスロードって言われてる道なんですよ。結構ね、ユンガス地方というか、コロイコの近く、ラパスからコロイコに行くまでデスロードっていうのが有名で、道の幅がね、かなり狭くて、結構年間でもね、死者数が多いらしい。その道を通って転落するっていう。ただ今はでかいね、道ができてるから、基本的にはもうそっちの道通るから、そのデスロードは通らなかったですね。で、ラパスからコロイコまでで自転車に乗ってデスロードを走るっていうツアーとかもあるみたい。はい、分かれ道来ました。迷ったら右へ進め。知らんけど。
はい、到着。登り始めてから10分15分ぐらいかな。これがカルバリオ教会ですね。イグレシアでカルバリオ。こっちに行くのかわからないんですけど、多分上に向いてね歩いていくのではないでしょうか。なんか奇抜なドアやな。ハンターハンターのヒソカ思い出したわ。ちなみにコロイコについて知ったラパス出発する直前だって、ネットとかでもあんまり情報なくて、ツイッターとかだったらやたらとカブトムシの映像が出てくるんですよ。コロイコスペースボリビアで調べたら、みんな口を揃えて言うのが、自然豊かでいいところ、暖かい、いいぞあの場所はって全員が言うんですよ。10人中10人。何があるんって聞いたらみんな黙るんですよね。いやもうその雰囲気からしてもう何もないのはわかるけどみたいな。で実際コロイコついてみるじゃないですか。寒いわと思ってね、寒いわみたいな。みんなあったかやったか言うたけど、実際ついてみたらめっちゃ寒いんですよ。ちなみにね、コロイコの街には蚊がいっぱいおるから気をつけろよってラパスでは言われたんですよ。また一匹も見てない。宇宙マチュ山登るんだったら、なんかちょっと大きめのナイフ持ってって言われたんですよ。なんでって聞いたら、草がいっぱい生えとって通れん道とかあるから持っていけ言われました。まあ今んとこそんな心配なさそうですけどね。あとは蚊がめっちゃおるからクリームなんだったっけ、虫除けクリーム塗っていけ言われました。一匹も見てない。うわ、分かれ道ミスや多分。ずっと右にまっすぐずーっと行ってたからかな。感電した。どう進んだらいいんだろう。こっちかな。向こうに道があるとも思えんしな。ほんまにどうしたらいいんこれ。道ないんやけど、マジでまさかこの道ちゃうよな。そりゃあでかいナイフいるよ。さっきからこういうマダツボミの口みたいなのが容器ある。アリの巣やな。きつ。女の子の言うた通りや。長い包丁いるぞこれ。こんなんもはや道ちゃうんよ。道は自分で作り出すもの。うわー、さすがにいけんかこれ。きついなー。何これ。また雰囲気ちょっと変わるんやけど。何これ。おい。首都工場宇宙町って何？首都工場ってどういう意味や。もうそろそろ到着していいだろうってね、5回ぐらい思ってるわ。まあちょっとね、暇なんでね、トモソーヤのイントロドンやります。トモソーヤのイントロドン。僕らの馬。はい、正解。ポルノグラフィティアポロでした。次行きます。大嫌いだったそばかす。はい、正解。ジュディ&マリーそばかすでした。次行きます。てん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 鳴り響いた。はい、正解。青春は見事修二と明。次行きます。好きだよと。はい、正解。ウーバーワールド君の好きな歌。次行きます。エンジョイ音楽はなり続ける。はい、分かれ道。迷ったら右へ進め。もはやね、今まで通ってきた道ね、密林なんよ。道見えんし。なんか到着したけど、なんて書いてあるんだろうか。楽しみやわ。さあ、ここが山頂か。一応丘の上らしいですね。チェックポイントです。ただね、何も景色見えんのよ。ちょっと10分ぐらいね、さっき進んでみたんですけど、マジで迷いそうなんで、ちょっと引き返しますわ。マジでこれわかるわ。この先進んだら迷うから絶対に進むなっておっちゃんが言った言葉がマジでわかる。マジで危ない。これは遭難する。ちょっと戻ります。この木が目印だから右やな。こう行って、おっと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 、腰痛いよ。このゴミが目印。このゴミのキャップがこっち向いてるから僕はこっちに変える。ここに来るまでね、誰一人すれ違わんかったんですよ。マジで観光客も地元の人も。なんで
こんだけね木が生い茂るっていうか手入れされてないっていう感じがねほんまに分かりますわ。このねゴール地点来てもね全く景色見えないんですよ。達成感ゼロでしたマジで。まあでもここまで上がってきたんでイエーイ、一応喜んどこうか。一応、これはねペルーで食べたアルファフォールのでかい版ですね。結構安かったですこれ。1時間40分かかりました、ここまで来るのに。まあほぼほぼノンストップです。そりゃこんなとこばっかり歩きとったら靴もね痛むよ。知らない。裏面はツルツルやし、いつの間にか霧が晴れてきた。ちょっとこれなんか急に崖とかになったら怖いな。ちょっと気をつけながら前進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 。そして特に達成感を得ることができなかった友宗谷は景色を見ながら黙々と下っていくので R。 やっと帰ってきた。帰りはウーバー使って20分でした。いい宿帰ってきました。ちょっと疲れたっす。でほんまはねこの後ね滝見に行こうかなと思ったんですけど、滝3つあってそれが Google マップ上だったら1時間50分なんですよ、片道歩いて。まあでも結構ね今日も歩いたんで10キロぐらい歩いてるんですよ。まあ距離だけで言ったら上りなんでね、しんどさで言ったら結構しんどいんですけど、上から見た景色はこんな感じ。洗濯物干しすぎだろう。こんな雰囲気ですね。僕は今ね3階にいます。部屋によっても作り違うんですけど、この部屋だったらこんな感じでベッドが2つあって、こっちにもダブルベッドがあるって感じで、こっちの部屋はこんな感じ、ダブルベッドだけって感じですね。で僕の洗濯物はこんな感じでここにね干しています。僕の部屋こんな感じですね。今ちょっと汚いです。こんな感じ。ベッドが2つあるけど使っているベッドは1個だけって言いたいけど2つ使ってるね。こんな感じで一応シャワー室はこんな感じで洗面台もあってトイレもあるんですけど、基本的にシャワーはね2階のシャワーを使うようにしています。温かいお湯が欲しい人は2階のシャワーを使ってくださいって言われました。一応なんかプールもあるみたいなんやけど、まあ泳ぎたい人はぜひ勝手に泳いでくださいって感じやな。お昼ご飯の時間帯に結構いろんな料理があるんですよ、この町で。晩ご飯の時間帯になったらほとんどのなんか店がチキンだけになるんで、マジっすよ。ここもあそ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 こもチキンばっかりしか売ってないんですよ。まあ今ちなみにね僕のお気に入りのお店に向かってるんですけど、ちょっとね町のねセントロからは離れたとこ、下に降りていったところにあるんですよ。そういやね、この町にガソリンスタンドないなと思ったら、みんなねこんな感じでね車にねガソリン入れてますわ。ここだよ、このお店、このローカル感。マジか、お昼時間のね時間帯終わってるわこれ。もうねこのねポジョアラブロステールっていうねこういうチキンばっかりなんですよ。料理のねレパートリー少なすぎやろ。ちなみにねコロイコはねこういう景色を見ることができる場所もあります。もう山登らずともこの場所でこうやってね綺麗な景色を見ることができます。パン食べるためだけに宿戻ってきた。それぐらい宿も近いんですよ、セントロから。いろいろ密集してるんで。ちなみにもうねさっき紹介しておきますわ。ここが言ったらコロイコの中心のセントロですね。中央公園、そして中央公園を囲むようにありますね、やっぱり教会が。で向こうにねカフェあるんですけど、こんな感じでちょっとねチャラチャラしてるような感じのカフェなんで僕の気分ではないかな。僕が今行きたいカフェはしっとりなんかアンティークな感じのカフェを行きたいなって考えてます。特にセントロに滞在して何かが起こりそうなわけでもないんで、ちょっとね宿に戻ろうかな。暇かもしれんこの街。特に何かが起こるっていうわけでもないし、店行っても空いてないし、空いてる店って言ったらチキンばっかりだし、こういうお店でねもうねパン購入しました。こっちのねエンパナーダみたいな方が 2.5 ボリビアーノで、こっちが4ボリビアーノです。こんな感じでね小さい店がポツポツとあって、そこでねいろんなねものが売られてあるんで、そういうとこでもね買いました。Vivo en México como solo todavía un año poquito más. Ay, no, no, mentira.
昨日残したコーヒーに追加でお湯を入れたような感じです。この宿はキッチンを使うことできないんですけど、お湯はね、なんかその働いてる彼女たちの優しさでお湯はねくれます。動画編集をするため一旦部屋に戻るよ。おやすみなさい。ちょっとね、もう晩ご飯だけ食べてね、さっとねシャワー浴びて寝たいなって考えですね、今のところ。相変わらずねチキンばっかりですね。こんな感じのショーケースに入ってチキンがあって、もうそれしかメニューがないみたいな感じ。夜はこんな感じのセントロなんですけど、この辺にお店があるんですけど、これも全部チキンです。うわ、人めっちゃ集まってるわ。何かしてる。何してるんだろう。表彰してるんかな。トロフィーとか置いてるんで、個人個人名前読んでなんかトロフィー渡したりしてるんだと思います。ほんまにね、この3日間僕以外一人も観光客見てないですね。欧米人もおらん、アジア人もおらん、マジで。昨日ね、こっちのローカルなね倉庫みたいなところで晩ご飯食べたんですよ。15ボリビアンだった。安かった。で、今日はねちょっとこっちトライしてみようかなって考えてて、手前の店と比べると2ボリビアンの高いです。でもちょっと気になりますね、どんなのか。はい、慣れました。まずはスープとパンとソースのこのコンボですね。これがボリビアの伝統料理サイセと呼ばれる料理です。なんか日本にも頑張ったらありそうな料理ですね。肉あんかけご飯的なやつ。これはね、うまい。ひき肉のね弾力がねビッキビキ。口の中に入れたらなんとなくキーマカレーみたいな感じの雰囲気かな。めっちゃうまい。ご飯との相性抜群。超美味しい豚まんとかの中に入ってる肉、弾力がある。こんな感じ。味はほんまに中華とカレーを足して煮で割ったような感じの濃さ。マジで美味しかった。ごちそうさま。迷ったら皆さんサイゼを頼みましょう。サイゼじゃないですよ。サイゼも久しぶりに来たいけどな。サイゼリア何時に終わるかわからないんで、今日はねあんまり早く寝れそうにないですね。こんだけ人がガー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 言ってたら。シャワー浴び終わって外出してます。今からね、人を幸せにすることができる B から始まってルーで終わる飲み物を買いたいと思います。絶対わからんやろ。 B から始まってルーで終わる人を幸せにさせる飲み物。ヒントはアルコール。はい、答えです。 B から始まってルーで終わる人を幸せる飲み物、それはビル・ゲイツが作った豚汁でした。パチ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 。はい、おもんないな、すいません。ビールです。しかもボリビアのビールじゃなくてブラジルのビールです。乾杯。多分クラフトビールっぽいビールなんで、ブラジルとかでクラフトビールとか飲んだらマジで高いと思うんで、ちょっとねボリビアにおるうちにこれ飲んどこうかなみたいな感じの理由です。今日もね楽しい一日でした。サルー。冷え冷え。やっぱこういう田舎町でしっぽり飲むビール結構僕好きっすね。ビールね1本だけしか買ってなかったんでちょっとね寂しいですけど飲み干しました。現在夜の10時半ですね。今日も早く寝ます。腰は痛いけど明日ねまたねどっかで朝ごはん食べてからちょっとね滝までね歩きたいと思います。ハードすぎる。チェックアウトの時間ね多分朝の11時なんですけど、ちょっと荷物もう部屋に置いたままにしてるって言って、もう全然いいよ全然いいよみたいな、もう別に時間関係ないから気にせんでいいからって言ってくれた。優しい優しい。予定的には滝を見に行きます。また歩きます。結構ね腰まだ痛いんですよ。はい、まずはローカル料理から。屋台の料理を食べるよ。こんな感じのローカル料理です。アヒデフィデオという料理。みんなで鍋楽しんだ後にうどんぶち込んで、うどんが汁吸いすぎてるって感じの雰囲気。スパイシーなスープにじゃがいもとかね、なんか他のね芋類、芋じゃない豆類とかもちょっとずつ入ってるって感じで、麺もねごっそり入ってるんでお腹いっぱいにもなりそう。さっきねアヒデヒデオを食べたじゃないですか。10と12の金額があって、違いはなんかやっぱサイズらしいんですよ。
僕の隣の人、両隣の人というか、みんなバナナがついてるんですけど、僕だけバナナついてなかった。僕もね、中途半端にね、スペイン語とか喋れるし理解できるんで、そういうの気になったら言ってしまうんですよ。マジでそういうスペイン語とかわからんかったら多分そういうのにも気づかんくて、何も指摘もできんし、まあそのまま終わると思うんですけど、中途半端にわかるんで、僕それ言って、なんでバナナついてないみたいな。そしたら、10と12の違いとかなんか、おばちゃんがなんか、そっけない感じで適当に言うて、左に座っとった女の人明らかに僕とサイズ同じなんですよ。いやこれ絶対サイズ同じやん、サイズ同じなのにバナナついてるやんみたいな。別にどうでもいいんすけどね、このバナナぐらい。バナナ半分やし、しかもそんな別に食べたいとも思わんし、なんか自分だけそのバナナないっていうのがなんかちょっとおかしいというか、なんか追求したくなるんですよね。この横の人とサイズも同じやし、なんでだろうみたいな。そういう時ってね、大体僕、みんなに聞こえるようにわざと大きめな声で言うんすよ。小さめな声でおばちゃんとか言わしたら、おばちゃんが絶対嘘つく可能性もあるんで、けどまあ大きめな声で会話したけど、別に周りの人も特になんか反応なかったな。なんかほんまに正義感ある人だったら、バナナないんおかしいやろとか言うてくれる可能性もあるし、まあどうでもいい話ですね。まあそんなこんなでこういう道をずっと歩いてるんですけれども、昨日と比べたらずっとね、平面の道なんで、そんなにしんどさはないけど、ちょっとね、道がね、抜かれんでるのが気になるな。もう今日この感じでね、綺麗な景色見えるかどうかがほんまにわからん。もうね、白すぎる。一旦モメンと同じぐらい白いんよ。もはやね、Google マップ上では、道なき道を進んでいます。マジかよー。迷ったら右へ進め。知らん、もう知らん。あれ、めっちゃデカめ。かなりデカめのアリやわ、これ。はい、また分かれ道発見。おー、ついに地図上の道とぶつかった。こっからはなんかもう一般的な国道ですね。国道なんでね、車もね、結構通ってるよ。はい、ついに滝に到着。第一の滝。第一の滝です。名前はファーストカスカーダ。ほんまにそのまま第一の滝。こんな感じですね。ちょっと素朴かなっていうイメージ。ここまで歩いてきて、こんなにね、田舎の場所に来たら、養鶏所もあるみたいですね。この裏に結構ね、養鶏所があるみたいです。なんかホテルみたいな雰囲気やな、ここ。あ、でもあれか。養鶏所で働いている人の宿泊施設みたいな感じなんかな。知らんけど。ちょいちょい走ってる車に日本の文字が書かれてあるんよ。ブエナスタルです。はい。何をお願いされたのかがわからない。とりあえずついていってます。自分はどうしたらいいのでしょうか。なんかついていってます。どうしたらいいのでしょうか。おっちゃんの家に来たんやけど、何を手伝ったらいいかがわからん。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいの。このガス管を新しいガス管に変えてほしいみたいなこと言ってるんですけど、僕もねちょっと扱いが分からないんで、ガスなんで結構危ないですよね。もう今ガスの匂いしてるし、ここをね外さないといけないんですけど、それを外していいのかは分からん。それにしても部屋汚いな。ナイフ渡されてもどう使ったらええんや。それにしてもすんごい部屋だったな。あれ一人で住んでるんかな、あの部屋に。汚かった、ものだらけ、ゴミだらけみたいな。なぜか分からんけど、なんか牛の肉みたいな天井から吊る下げてあるし、でなんかおっちゃんが言うには、なんかガス管が空になってから新しいガス管に変えてほしいみたいな、料理するための。けどそのガス管の扱い方ってちょっとなんか僕もやったことないんで、そんな日本でもちょっと怖いじゃないですか。ガス空になってるから大丈夫って向こう言うけど、爆発とかしたりしたらね怖いし、そもそもどうやってガス管外すかとか、どうやって取り付けるかとかもやったことないし分からんし、なんでも正直になんかちょっとやったことないから危ないし、ちょっと難しいですって言って、ごめんねって言って断って出てきました。はい、第2の滝はこれのようです。ちょっとしょぼいかなっていう印象。まあやっぱりしょぼすぎるよなと思ったら、第2の滝じゃなかったみたいです。第2の滝はここを登ったところにあるらしいんですよ、第2の滝で。なぜかまさかのお金かかるっていうね、10ボリビアのいるらしいですね。10ボリビアの
あれやあれやあれや、こっから見えるやんけ。ここ入るのに10ボリビアーノかかります。金取るなよそんなことで。まあこっから見るだけで十分でしょう。あれが第2の滝、セグンドカスカーダ。まあ個人的にはこの規模の滝に10ボリビアーノ200円、まあたかが200円ですけど払いたくないかな。ただしかしあのおばちゃんもね、この滝でなんかその飯食ってるって考えたら、なんか10ボリビアーノぐらい払ってあげてもいい気がしますね。うっすら見えるんやけど、地図上でここがね3番目の滝になってる。ちょっとね3番目の滝ね課金してみましょうか。多分これね先に住んだらなんかお金払って入場できると思うんで、ちょっとねお金払ってどれぐらいのクオリティのね滝が見えるかね検証してみます。ビエンベニードテルセロカスカーダ、いらっしゃいませ。3番目の滝へ。入場料10ボリビアーノです。8時から5時半までやってます。さあ入ってみましょう。僕ね200ボリビアーノしか持ってなくて、ここでねお釣りを持っていない問題が発生。お釣りぐらい用意しといてくれよ。どうしよっかな。はい、皆さんこれがね海外のねお釣り事情です。ほんまに小銭を持ってなかったらこういうことになります。バスに乗る時とかそういうね細かい時に小銭がほんまに必要なんで、8ボリビアーノしか持ってなかった。もう8ボリビアーノで許してくれましたわ。こんな感じでねおばちゃんと一緒に踊りました。でこれをなんかね TikTok にあげるらしいです。なんかもうめっちゃ恥ずかしかったんですけど、しかも結構ダンスの時間長いんですよ。面白い面白い。まさかの2回撮影されました。いつの間にかねめちゃめちゃ上に上がってました。ダンスしながら。自分のリュックこんなところにある。ほらー、まあ、あの家族面白かったな。娘さんどうやみたいな感じで言われてね、いやまあちょっと可愛いっちゃ可愛いけどみたいな。日本連れて帰っていいって言ったらめっちゃ爆笑しました。面白かったです。まさかのなんか TikToker みたいなことを言ってたんですよ。娘さん TikToker なんやと思ったら、まさかのおばちゃんが TikToker っていうね。こっちみたいな、こっちの方かみたいな、おばちゃんが TikToker なみたいな感じでしたね。これ入ってもいいんかな。10ボリビアーノで滝も見えてプールも入れるんだったら、もしかしたら安いかもしれん。確かに。一応プチ展望台からの眺めはこんな感じ。この白い道を歩いてきたよ。テルセロカスカーダやってきたよ。思った以上にデカめの滝だった。こんな感じ。見上げなあかん。那智勝浦の滝よりかはちょっと小さめかな。上にプールもあるし、滝でね泳ぐこともできるんで、まあ10ボリビアの払う価値はあると思います。まあそんなしょぼくない滝なんで、結構直線距離長い滝なんで、全然10ボリビアの払って入場してよかったです。まあ10ボリビアの払ってないけど、もうチェックアウトの時間終わってるけど、まだチェックアウトできてない。まあ最後ね軽く荷物まとめて仲良くなったおばちゃんとこでお昼ご飯食べて、コレクティブに乗ってラパスに戻りたいと思います。その前にこの今来た道をねまた歩いて帰るっていうね、しんどい。ヒッチハイクしたいけどなかなか車が通らんからな。ヒッチハイク一発目いきます。華麗に通り過ぎていきました。これがコロイコの現実です。全く車通らんけどヒッチハイク2回目ちょっとチャレンジしてみます。これが現実です。コロイコどうした。コロイコどうした。優しさはないのか。ほらBien. Sí, voy a ir centro. コロイコsí。もうね、今この場所でね、なんか僕獲物を待ってるような感じなんですよ。車が通りかかったらこうやって手挙げてお願い乗せてってって頼もうと思ってるんですけど、なかなか車が通りかからん。バイク通りかかったけど、バイクの人もなんかニコニコ笑いながら通り過ぎてきました。そんな状態ですね。結局車が全然通らんからね、もうヒッチハイクできず、来た道をね歩いて戻ることになりました。しんどい。
マジで1時間ぐらいかな。もはや虫刺されのレベルじゃないんよ。頑張った自分のご褒美にみかん拾いましたっていうね。まあみかん食べながらね、歩いて帰ったら気持ちね、気分が楽になると思う。あー、コロイコの街に戻ってきた。にゃんにゃん。おらにゃんにゃん。4、50分かな、歩いたの。無事ね、チェックアウトしました。まあ悪くなかったホステルですね。人も親切やしね、家族も。ただお湯だけなんとかならんかなって感じです。シャワーの上だけ冷たかった。さあやってるのか、お昼ご飯2時半やってるのか。おー、やってる行ってみましょう。またしても今日もね空いてないっていうね、空いてないというかもう終わったみたいな。2時半やぞ。まだお昼ご飯、ラテンアメリカの人だって2時ぐらいにお昼ご飯食べるんじゃない？まあシャアなしでもうここ入りたいと思います。これがボリビアのね伝統的な料理、ソパデマニですね。なんかピーナッツの味がするみたいです。相変わらずのトゥルーチャフルトですね。こんな感じで川魚。おー、珍しく里芋みたいなのが来てる。トゥルーチャフリットはなんかコパカバーナで食べてもコロイコで食べても同じ気がするな。間違いなくうまいです。もちろんトゥルーチャフリットは顔までもいけちゃいます。お残しはいけません。食べ物を粗末にしてはいけません。うまいで全部いきますよ。もちろんね、この尻尾もいけますんで。ボリビア全体的にかな、この町だけではないかもしれんだけど、なんか下半身ねでかい、月光のモリアみたいな体型の人がね多いね。乗り物によって金額がちょっと違うみたいです。向こうは多分35ボリビアーノで、こっちはね25ボリビアーノ。ミニバンとミニバスの違いみたいな。これがミニバスになるんかな。ミニバスの方がちょっと多分ゆっくりだと思う。そしてなぜかわからんけど、僕はこのね運転席と助手席の間の真ん中に座れ言われました。こういう感じの景色なんですけど、なんかね久しぶりにねシートベルトつけたいって思った。隣の若い大学生兄ちゃんが買ってくれました。お願いしますありがとう。マジかよ。ラパスからサンタクルスまで18時間かかったぞ。結構かかったな。そんでもってね、めっちゃ腹ペコで、小さいパン1ボリビアンだったんで、もうそれ買おうと思って、まあ節約もせなあかんし、僕20ボリしか持ってなかった。20ボリで払ったんですよ。お釣りない言われた、得意の。もうこのねお釣りない問題なんとかせで、結局お釣りないから言うて僕も買わずに終わって、向こうも売らずに終わってみたいな、どっちも得戦っていうオチ。はい、動画ご視聴ありがとうございました。とりあえずコロイコについての感想をね率直に言っていきたいと思います。わざわざ行かんでもいいかなと思いましたね。コロイコからコレクティボかなんかで行ける近くにトカーニャっていう場所があって、そこに黒人系ボリビア人が住んでるんですよ。通称アフロボリビアーノって言われてるんですけど、毎週土曜日にそのサヤって言われる伝統音楽みたいなのがあって、アフロボリビアーノの人たちが結構音楽に合わせて綺麗な衣装を着て踊ったりするようなイベントがあるんですけど、それ皆さんね見に行ってください。月曜日にコロイコ来たんですよ。で、なんぼおっても3泊かなと思って3泊しかできなかったんで、結局木曜日に出発してしまって、なんかさすがに土曜日まではおれんわと思って。ただそのアフロボリビアーノのサヤっていう踊りが結構なんか見応えがあるらしくて、それが結構おすすめされてるんで、それを見るためにコロイコに来るんだったら全然いいと思います。ただ僕はそれを見えなかったんで、わざわざなんかコロイコに混んでもよかったのかなみたいな感じで思いました。あとコロイコの良さは暖かいっていうところで、実際僕来たら寒かったです。わざわざ混んでもよかったなみたいな。ラパスからコロイコに行ってまたラパスに戻ってこないといけないんですよ。ラパス、コロイコ、サンタクルスって抜けれると思ったんですけど、その便がなくて、ボリビアをずっと北上していく人は全然ねコロイコに立ち寄ってもいいんですけど、北上しない人に関してはまたラパスに戻ってこないといけないんで、僕的にはそれを初めから知ってたら行ってなかったかもしれん。わざわざ行かんでもよかったかなってね、それでも思いましたね。わざわざっていうのが大切です。コロイコ自体は街とかも結構小さくて雰囲気も好きなんで、街自体はおすすめですね。交通の便だったりとか、
なんかトカーニャにね、日程の都合上行けんかったりとか、寒かったりとか、そういう全ての面を含めてわざわざなんか行かんでもよかったのかなみたいな感じで思ってます。で、コロイコ滞在して思ったんですけど、観光客ほぼほぼ見なかったんですよ。一人二人見たのかなっていうぐらい。その人らに関しても観光客かどうかは自分もわからないんですけど、全然見なかったんで、まあほんまに穴場な観光地って感じですね。まあ個人的にはどうなんだろうな、まあ皆さんね、行ってみてください。物価はちょっと高いと思います。ビールとか小さいパンとか買ったけど、ちょっと高いかな思いましたね、ラパスと比べて。ただレストランとかに関してはそんなになんかめっちゃ高いとは思わなかったですけどね。人々との劇的な絡みも特になかったし、ほんまに普通になんか接してて、優しいなって思う感じだったと思います。あと、両替の件に関してなんですけど、両替もラパスでしといた方がいいと思いますよ。両替所一回もいませんでしたね、コロイコで。ATM とかはあるかもしれんけど、そのドルとかをそのボリビアノに変えたいっていう人は、ラパスで変えといた方がいいと思います。では、余談に移りたいと思います。今、サンタクルスに行ってて、コロイコ、ラパス、サンタクルスって移動するんですけど、24時間かかりました。バスの待ち時間自体はもう1時間もなかったんですけど、結構な時間でしたね。で、その間で、コロイコからラパスに移動する間は、隣に座ってた男の子がエンパナーダをおごってくれて、ラパスからサンタクルスに移動するときは、なんか仲良くなった男の子が、マテちゃんおごってくれました。今日もラッキーボーイです。2人とも僕より年下です。次回ともそやチャンネル。ボリビア人ほぼ全員が口を揃えて美女が多いというボリビア第二の先進都市サンタクルスという町に行ってみた。さあ美女はいるの？この町の見どころは？そして近くにまさかの沖縄という村があったので日本食堪能。メンソーレー。